さあ、今回はチャット GPT の次なる進化 GPT-5 についてです。これ単なる性能アップじゃないんですよ。私たちの仕事とか考え方そのもののパートナーになるかもしれないっていう話なんです。その革新にぐっと迫っていきましょ GPT-5 がもたらす一番大きな変化って実は性能の数字とかじゃないんですよね。そう、私たちの考え方そのものを変えちゃうってことなんです。今までみたいにただ命令を待つ道具じゃなくて、一緒に考えたり何か新しいものを作り出したりする協力的なパートナーになる。これって自分だけの家庭教師とか超優秀なアシスタントが常にそばにいるみたいな、もう根本的に関係が変わるってことなんですよ。この例え、すんごくわかりやすいですよね。GPT-3 が物知りな高校生で、GPT-4 が優秀な大学生だとしたら、GPT-5 は博士号を持った専門家。これって、ただ知識が増えたっていうレベルの話じゃないんです。もっと深くて、専門的な知性、インテリジェンスが備わったってこと。まさに、特定の分野の専門家と直接話している、そんな感覚になるわけです。じゃあその博士号レベルの専門家、一体どんな仕組みになってるんでしょうか。気になりますよね。その頭の中ちょっとだけ覗いてみることにしましょその秘密がこの統合システムっていう新しい仕組みなんです。 AI の中に言ってみればめちゃくちゃ優秀なプロジェクトマネージャーがいるみたいな感じですね。私たちが何かをお願いすると、その内容をパッと分析して、この仕事ならこの担当者がベストだなって最適な専門家を割り当ててくれるんですよ。で、その担当者っていうのが主に2つのタイプいるんですね。1人はとにかくアイディアをどんどん出してくれる想像力豊かな探索的アイディアマンで、もう1人がデータをものすごく精密に分析する慎重な専門家。私たちがお願いしたタスクに合わせて、このどっちのタイプが適任かを AI が自動で選んでくれるっていうわけなんです。しかもですね、この新しいパートナー、前のモデルよりずっと信頼できるようになってるんです。 AI がもっともらしい嘘をついちゃうハルシネーションってやつがぐっと減りました。それに、ただこっちの言うことにうなずくだけじゃなくて、時には、いや、それは違うんじゃないですかってちゃんと建設的な意見も言ってくれる。自分が知らないことは分かりませんって言える、そういう誠実さも身につけたんですね。さて、ここまでで GPT-5 がどれだけすごいかはなんとなく分かってきましたよね。じゃあ問題はここからです。私たちはこの新しいパートナーとどうすれば最高の仕事ができるんでしょうか。高性能な AI って例えるなら F1 マシンみたいなものなんですよね。最高の性能を持っていても、それを乗りこなすドライバーの腕がなければ宝の持ち腐れです。つまり、その性能を最大限に引き出すには、ドライバーである私たち自身にそれなりの技術、言い換えればもっと良い質問をする力が必要になってくるということなんです。そこでめちゃくちゃ役に立つのがこの Go カートっていうフレームワークです。これ AI への指示を劇的に分かりやすくするための5つのポイントの頭文字を並べたものなんです。まず G、 ゴール、つまり最終目的ですね。ここが一番大事です。ブログ記事を書いて、じゃあ AI もどこに向かえばいいかわからない。新製品の認知度を上げてリンクをクリックしてもらうための説得力のある記事っていう風にゴールをはっきりさせてあげる。これだけで出てくるものが全然違います。次に O、 コンテキスト、背景情報です。 AI に考えるための材料を挙げるイメージですね。ターゲットは環境意識の高い20代ですみたいな情報を一言添えるだけで AI はもっとシャープな提案をしてくれるようになります。そして A、 オーディエンス、つまり誰に向けて書くか。これもめちゃくちゃ重要です。この機能を説明してじゃなくて、技術に詳しくない営業チームに専門用語なしで分かりやすくって指定する。そうすれば AI がちゃんとトーンを合わせてくれるんです。それから R、 制約ですね。これは AI が道草しないためのガードレールみたいなものです。アイデアを10個それぞれ50文字以内でとか、予算を超える案はダメみたいに枠を設けてあげることで欲しい答えにまっすぐたどり着けるようになります。そして最後が T、 テンプレート、つまり出力形式です。会議の要約お願いじゃなくて、このフォーマットで議事録作ってって具体的に指示する。これだけで後で自分で整形する手間が省けてすっごく楽になります。この Go カートぜひ使いこなしてみてください。でも話はこれだけじゃ終わらないんです。GPT-5 の本当にすごいところは、
ただ会話が上手になっただけじゃない。私たちの働き方そのものを根っこから変えてしまうような、全く新しい道具箱まで用意されてるんですよ。その道具箱の中身がこれです。まず、タスクごとに関連ファイルを全部まとめておける専用のワークスペース、プロジェクト。次に AI とチャットしながら文章とか図とかを一緒に作っていけるキャンバスモード。そしてこれが一番すごいかもしれないエージェントモード。これ、目標をポンと与えるだけで、あとは AI が自分で計画を立ててタスクをどんどん実行してくれるんです。これらを使いこなせば、例えば市場調査をする AI リサーチアナリストとか、コンテンツを自動で大量に作るコンテンツエンジンみたいな専門的な仕事の流れそのものを自動化できちゃうわけです。これだけの力が手に入るとなると、もう単に仕事が楽になるとかそういう次元の話じゃなくなってきます。私たちの社会、そして未来そのものに対してかなり深くて重い問いを投げかけてくることになるんです。オープン AI の CEO サム・アルトマンがこの技術のインパクトを表現するのに使った言葉がマンハッタン計画だったんです。これはかつて核兵器を開発したプロジェクトの名前ですよね。それくらいこの技術が私たちの世界をもう元には戻れないくらい変えてしまう力を持っているという強いメッセージなんです。だからこそ私たちが向き合わなきゃいけない責任はとてつもなく大きい。 AI がもっともらしい嘘をつく問題はまだ完全には解決していませんし、 AI に感情移入しすぎてしまうっていう新しい心の問題も出てきています。そして何よりこの強力なツールがもし悪用されたらデュアルユースの危険性ですね。これら全部に私たちは真剣に向き合っていく必要があるんです。つまりこれからの時代、私たち人間に求められるスキルって大きく変わっていくのかもしれません。答えを知っていることの価値は下がって、代わりに正しい問いを立てる力、そして最終的な判断を下す賢明さが何よりも重要になる。 AI というまさに知の巨人と私たちがどう共存していくのか、そんな新しい時代がもう目の前まで来ているんです。